はい、どうもです。ということで、今回はこちらの青黒ミッドを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、1月1日に行われた MO 地域チャンピオンシップ予選において、強豪モグドさんが9勝2敗で見事優勝を果たし、権利を獲得したリストですね。初期の青黒と比べるとかなり洗練されたリストになっていて、今後エスパーではなく青黒が増えていくのではないかなと思われます。最近の流行としてティシャーナの後ろ縛りが採用されているのが特徴的で、ラフィーンやシェルドレッドのようなマスト除去生物をバニラにすることができ、さらに魂の洞窟を手に入れたランプなどに対しても明確な回答になるということで、現在のメタにおいてかなり強力な生物になっていますね。また、セイレンやコウモリはスクーナー戦と一緒に使うと強力なのですが、小粒飛行生物をさらに活かせるようにギックスもがっつりと3枚採用されています。さらに黒の3マナ駅の新しい定番となった分派の説教者ですが、やはりパワー3を止められるのがかなり偉く、生き残ればアドバンテージもどんどんと取っていけるということで、最近は墓地の侵入者よりも優先されることが多くなっていますね。また、魂の洞窟の登場によってカウンターがかなり弱い環境のため、書き消しは1枚だけの採用となっていて、相手枠にテーマナ域のクリーチャーが詰め込まれた形になっています。基本的にメインからエスパーやランプに強い構成になっていて、アグロにはやや不利な形ではあるのですが、サイド後にはがっつりと対アグロに寄せた形にすることもできますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。2マナ以下のクリーチャーはないのですが、まあ割とバランスはいい、反応ではあるかなと。まあ、できれば2マナの、クリーチャーを引いていきたい、感じではありますね。さあ、相手は青白ランドということで、まあ、青白かエスパーかという。エスパーですね。うん。さて、まあ、このターンはちょっとね、カウンターが怖いということで、まあ、ティシャーナを構えていく形。まあ、ちょっとね、テンポ的にあれなので、もうここはティシャーナを使っていきましょう。さあ、コウモリの、誘発型能力をカウンターしていくと。そして、ギックスを出すことによって、まあ相手はチャンプをするしかないという状況ですね。さて。で、リック。相手が除去を持っていなければいいのですが、さあ、除去は持っていそうな感じですね。止まってきているので、おそらく、切り崩しか、まあ、のどくみ狙いを持っているという感じではあるんですが、まあ、ドレッドを生き残らせたいため、はい。まあ、除去は使わせていきましょう。さあ、11交換を繰り返して、ドレッドを出していく。相手のの組は持っていないですね。さあ、駆け抜け口は出てくるのですが、まあ、これはしっかりと除去っていくことができる状況ではありますね。さあ、まずは殴ってみますか。相手止まってきてるんで、切り崩しも持っている形ですね。まあ、のど首相手持ってなかったんで、説教者と精錬は出していきましょう。まあ、ただ相手、明らかに切り崩しは持ってるんですけど、まあ、精錬にこの単金を使うことによって、相手に切り崩しを使わせることができますね。まあ、基本的にこのマッチアップだと、まあ、フェアリーの黒幕だったり、コウモリを生き残らせたいということで、まあ、切り崩しに関してもさっさとね、使ってもらった方がいいですね。さあ、駆け抜け口の、能力によって、まあ、どんどんとトークンは出てはいるのですが、まあ、ただ基本的にはこっちの方が有利な、盤面ではありますね。おっと、ただトップから、のど首を引いている。このターンタップインランドしか引いてないのがちょっとあれですね。起動プラスのど首っていう動きができないんで、まあとりあえず、説教者だけ殴ってみますか。さあ、アタックで、能力誘発。お、いいですね。まあこれでさっきね、切り崩しを使わせたことが、まあだいぶ、役に立ってくるかなと。さて、まあ黒幕と、除去、そしてミスラランドを構えていくと。さあ、相手は土地からのデニック。さて、殴ってはきそうですが、殴らない。なるほど。
まあここは、黒幕の能力を起動していきましょう。さあ、これで2ドロー。コウモリ偉いですね。まあとりあえず一旦コウモリで、手札を確認していく。さて、どうするか。ちょっと動きづらいですね。まあ、のど首をデニックに、ちょっと使いたくない感じもあるかなと。一旦そのまま、ターンを渡しますか。もうちょっと手札を整えたいですね。まあ、のど首はラフィーンとか、シェルドレッド用に取っておきたい感じはありますね。さあ、ラフィーンが出てきたため、まあ、除去はこっちに使っていきたいんですが、ただちょっと、まあ、やはり動きづらい感じはありますね。いや、どうするかな。まあ、殴らせてラフィーンの、あれか、指定先による感じにしますかね。一応黒幕起動できるんで、まあもう一枚除去を探しに行くことはできるということで、ここで3-2の方に打っていきますか。まあここは結構人によってプレイは分かれそうですね。さあということで1体、トークンはブロックしていくんですが、まあただちょっとねこのタフ1が多いということで、なかなかブロックしにくいのがたまに傷ではありますね。さて、いいですね。これはいけるのでは。さあ、コウモリでラスト1枚を確認して、まあ、一旦説教者だけ殴ってみますか。スクーナー戦。悪くはない。はい。まあ、これ1-2効果に絶対なるんで、全然 OK ですね。で、さらに黒幕を構えていくと。相手ラフィーンがいるので、まあ、殴っていきたい感じはあると思うんですが、まあ、黒幕を出したらこっちが追加でね、2枚、ドローができるという状況ですね。まあ、さすがにこの、ドロー量があれば、まあ、追加の除去もね、探していけるのではないかなと。さあ、相手土地を置いてくる。なるほど。こうなると、まあ、ラフィーンに対しての除去を、さっさと探しに行かないとという感じですね。まあ、ただ、ドレッド、牛尾縛り、いいですね。まあ、基本的にはこっちの方が、だいぶ有利な感じではありますね。とりあえずドレッドは出しておきますか。4、5、6マナ。で、まあ、ティシャーナと、黒幕を構えていくと。まあ、基本的に相手がその、ドレッドに対する、対処手段を引いてこないと、まあ、こっちが有利ということで、まあ、ゆっくりやっていけば、まあ、どんどんと、なるほど。有利になっていく形ではありますね。さあ、ただ、これで毎ターン、プラ2ずつされていく。どうするかな。先に黒幕でもいい気はしますけどね。黒幕出して、まあ、追加で3枚ずつドローしていきましょう。いいですね。まあ、ギックスもだいぶ偉い。はい。そして除去を引いてきたので、まあ、ラフィーンを除去って、だいたいもういける形ではありますね。これ、アリーナだとよくありますよね。本当はこれギックス出したかったんですけど、クリックするタイミングの問題で、まあ、第一面が飛んでしまいましたね。まあ、ただ基本的にはもう、だいぶ有利な状況なんで、飛行はアタックしていきましょう。これ本当はね、ギックス出してたら、ドレッドとの相乗効果でね、どんどんとカードを引きつつ、ライフゲインもできたという形ではありますね。まあ、ただ次のターンにこっちが死ななければもう勝ちなんで、はい。まあ、問題はないかなと。あとはまあ、ティサーナを構えながら、ターンを渡していくと。まあ一応探検もしておきますか。
まあ、さすがに次のターン死ぬことはないんで、さあ、残り2点。ここで投了と。10時。さあ、サイドボーディング。相手は一般的なエスパーミッドっぽいんで、まあ、とりあえずドレッドは、追加で入れていきましょう。まあ、ただ基本的にこれメインからね、エスパーに対して強い構成なんで、あんまりね、入れるカードがないですね。まあ、後手ということで、後手で弱いカードをちょっとずつ抜いて、除去を増やしていく。という形で、OK かなと。まあ、こんな感じで、いきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。2マナ以下がないので、まあ、基本的にはマニガンしていきたいですね。ただ、まあ、ほぼ変わらずのハンドですね。ダブマリよりは、まあ、引くのにかけた方がいいかなと。どうするかな。いや、土地をボトルに送りますか。まあ、基本的にはドロー手段が結構多い、デッキということで、コウモリですね。さあ、これはコウモリからの、ギックスまで見えるハンドですね。さあ、相手はスクーナー戦からスタート。ということで、コウモリから行きましょう。とりあえず手札を見ていきたい。なるほど。婚礼の発表も嫌ですけど、まあ、コウモリでいいかなと。コウモリを抜くことによって、次のターンギックス出して、こっちがね、一方的にドローすることができるということで。さあ、ギックスからのアタックでワンドローしていく。まあ、相手セオルドレッドあるんですけど、まあ、除去あるということで。ただ、タップイン、タップイン。アンタップインを引きたいですね。さあ、ドレッドが出てくる。さあ、11を探検していきますが、ここは、土地を引いていくと。さあ、アンタップインが引けるかどうか。できれば即、ドレッドは倒していきたいですが、ここは引かず。さあ、2点食らって、まあ、コウモリで殴って、ワンドローしていきましょう。アンタップインが引けると、だいぶ楽ですが、さあ、さらにもう一回、のど首か。まあ、のど首使っていきますか。相手のターンに打っちゃうと、まあ、カウンターだったり、あとはまあ、スクーナー戦にね、登場ができたりするんで、まあ、自分のメインで打っていった方がいいですね。さあ、相手は、まあ、スクーナー戦は殴り放題ではあるんですが、2体でアタック。まあ、ドローしていきたいという形ですね。マイナス2とかはないんで、まあ、ブロックしても良さそうではありますが、どうだろうね。まあ、A 願城だけ、ちょっと嫌でしたが、はい。まあ、ここはドローを進めていきたいという形でしたね。さあ、ただこれ、クリーチャーが出ていないので、まあ、ドレッド出してもいいんですが、まあ、ちょっと悩ましいですね。ここは選択肢結構ありますね。まあ、ドレッドでもいいかな。ドレッド出して、もうギックスでドローを進めていきましょう。まあ、ちょっとね、ライフも詰まってきているということで。さあ、ギックスで2ドローしてからの、ライフが13点まで回復していくと。まあ、本当はね、アンタップインが引けていれば、脅迫から入っていきたかったんですが。さあ、さらに婚礼の発表。まあ、たださすがにこれは、こちらがかなり有利な、状況ですね。まあ、結局エスパーは、このシェルドレッドが増す状況で、黒幕も相当きついということで、まあ、対処しないといけない生物がね、かなり多いんですよね。さあ、ここは、コウモリだけ殴って、で、まあ、カウンターと黒幕を構えていく、形でいいかなと。さあ、さらにギックスでワンドローしていく。まあ、こんだけ黒幕があれば、もういくらでも追加ドローし放題ですね。さあ、さらにドレッドで、残り9点まで。ここまで来ると、相手は、もう一旦全除去をしないときついという形ではあるんですが、
で、ニックアタック。これは多分、飛行で出したいっていう形なんで、まあスルーで OK ですね。うん。まあ3点減員はされてはしまうんですが、まあスルーをすれば、それ以上のね、アドバンテージが得られるということで。さあ、これの発表。まあ黒幕2体出していきましょう。相手はもう見えてないハンドが1枚だけなんで、飛行で殴って、で、ギックスでどんどんとアドバンテージを取っていくという形で OK ですね。さあ、まあ飛行だけ殴っていきましょう。上から5点アタック。さらに、ギックスが3回誘発。まあさすがに、ここから負けることはなさそうですね。うん。まあカウンターも除去もあるということで、まあ6マナ構えていきますか。まあ特にこちらから動く必要はないんで、まあセイレンでもよかったかな。さあ、このターンは、デニックは除去っていきたい感じではありますね。相手はもうこれフルパンするしかないんですけど、まあこのターンに負けることはおそらくないんで。さあ、デニックだけアタック。これは除去ってもいいかな。除去って、で、まあ3人出てきてもアーティで除去れるということで、まあライフゲインで残り9点になるのはちょっと、あれですね。さあ、まあおそらく飛行で出してくるでしょう。うん。さあ、残り3マナ。さすがに、勝ちそうな感じはあるが、ただ残り4マナで、反応が2枚。まあ、除去あっても、さすがにか。まあ、黒幕出して、で、黒幕が除去られたとしても、アーテで、デニックをね、除去れるということで、さあ、これさすがに投与と。GG。さあ、やっていきます。こちら5手。土地がちょっと多めではありますが、まあ、黒幕からギックスいけるということで、さあ、相手は兵士か、青白トークンか。どっちともありますね。兵士かな、これは。さあ、とりあえず1点殴っていく。まあ、カウンター構えられないうちに、黒幕は出していきましょう。まあ、そのままギックスまでいければ、なるほど、そっちか。青白トークンですね。青白トークンね、結構、競技でも上位にいたりしてて、面白いですよね。ラダーではね、そんなに当たる印象はないんですけど、さて、これは、ゼゴビアがもうこれ確定でひっくり返されてしまうんで、結構きつめな感じではありますね。さすがに土地しか引かんため、どうしようもないですね。さあ、ということでサイドボーディングしていきましょう。相手はまあ一般的な青白トークンな感じですね。まあ基本的にこの非クリーチャースペルがかなり多い、デッキなので、まあ脅迫はがっつり入れて OK かなと。で、まあ基本的に切り崩しは、打ちたい対象がいないんで、抜いていく形ですね。まああとは、カウンターよりもどっちかというと、ドレッドの方が欲しいかなと。あとあれか、スクナセがいるんで、2マナ除去はちょっと増やしていきたいという感じですね。まあこんな感じでいきましょう。さあ、1本目負けて2試合目。はい、これは即キープですね。まあ2ターン目がタップインになってはしまうんですが、セイレーンの探検ができるということで、まあ土地が引けなくても OK かなと。さあ、相手は大田原から、セイレーンを出してくる。さあ、土地は引けたんですが、一旦、まあ、スクナ戦から出しておきたいですね。
で、まあ、コウモリ出して、スクナ戦に乗っていきたいという形かなと。まあ、ただ相手ね、結構カウンターも入ってるデッキなんで、動き方によってはという形ではありますが、さあ、ただ相手ここは、土地を置いてから探検をしてくる。まあ、ピアスとかは気にしなくて、良くなりましたね。さあ、ということで、コウモリ行きましょう。なるほど。エリザベスの強打があるという形ですね。ただ、いや、これかなり迷いますね。トカシアか、コンレイか、ティシャーナか。まあ、ティシャーナかな。まあ、多分次のターン相手、トカシアを置いてくると思うんですけど、さあ、スクーナ戦をアタックしていきましょう。まあ、強打使ったら、1、2交換にはなるんですけど、まあ、1、2交換は全然 OK ですね。さあ、コウモリ、探検して、黒幕。黒幕はめちゃくちゃ欲しいですね。さあ、スクーナ戦、アタックは通っていく。さて、探検もしておきますか。コウモリを育てておきますかね。さあ、33の飛行反コンクリーチャーになっていくと。おそらくトカシアを置いてくるのではないかなと。お、なるほど。先に、ゼゴビアを置いていく。まあ、ひっくり返ったらこれ相当強いですからね。さあ、2点は通していく。さて。ただ、まあ、割と対処はできるハンドということで、どうかな、ひっくり返して、ティシャーナで消してもいいですけどね。まあ一応4マナ構えていきますか。アーテも、出せるようにしていくと。さあ、そのまま戦闘ステップ。殴らない。なるほど。まあこれは黒幕を出していきましょう。何も動いてこないのは、まあ一応、あれか。忠義の特目は構えている状態ですね。まあとりあえず、スクナ戦殴っていきましょう。さあ。それ起動するのか？それはね、相当きつくなるはずですね。ティシャーナあるんで、これを打ち消したら相手はもうセルフランデスになってしまうという状況ですね。まあ今、青系のデッキに対してあれは結構ね、リスキーですね。じいじ。さて。まあ基本的にあんまり変えなくて良さそうな感じではあるんですが。うん。まあ、アーテでいいかな。うん、これでいきましょう。さあ、1-1で3試合目。まあ割とバランスはいいハンドですね。まあ1マナ息こそないですが、まあ2ターン目どちらとも構えられて、後ろ縛り、アーテと続いていくと。さあ相手は管理人からスタート。ちょうどミシェラランドを引いてきたのもいいですね。さあタップインを処理しつつ、相手は、まあ青マナがないうちに黒幕は出していきましょう。基本的にはカウンターを、されないタイミングで出していきたいですね。さあ、相手はトカシアの艦隊。まあ、能力を薄よ縛りで消すこともできるんで、まあ、一旦そのままターンを足していきますか。まあ、もしくはコウモリ出してもいい感じではありますが、まあ、マナ効率的にね、ティシャーナを構えていくのが一番いいかなと。さあ、ただ相手動いてこず、まあ動いてこないのであれば、こっちもね、動く必要がないので、ただこれ黒幕はアタックしたくないですね。まあさっきのね、試合を見てたら、1マナ除去が入ってたんで、後ろ芝に出してくる。なるほど。これ黒幕起動でもいいですね。まあもしくは、後ろ縛り。まあ後ろ縛りで、トカシアをカウンターしていきましょう。相手はただの、3マナ俊足3人を出してきた形になりますね。まあ、結局そのトカシアをそのまま放置すると、相手のターン、こっちのターンで、どんどんとね、ドローされてしまうということで。
さあ、3点は通していきましょう。さらに後ろ縛りを引いていく。これはだいぶ偉いですね。さあ、コウモリ出しながら、ティッシュ穴も構えることができる。はいはいはい。まあ、それは強いですね。さあ、これでコウモリの能力が消されて、あ、これエンチャントダメなのか。クリーチャーアーティファクト、プレインズウォーカーだけでしたね。まあ、これはしょうがない。さて、となると、まあ、お互いに殴っていく形で、OK ですね。まあ、相手のターンに、追加ドローされる分には、黒幕がいるんで、まあ、お互いにね、ドローできるんで、それは OK かなと。さあ、これで、相手は追加ドローできるんですが、まあ、こっちも追加ドローが発生していくと。そしてギックス。これ偉いですね。さあ、カウンターか除去を持っていそうですが、そのカウンターか。さあ、3マナ支払わなければいけないため、まあ、ここはフルパンしていきましょう。まあ、基本的にはこっちの方が、ライフレース的にはね、有利なため、まあ、あとは管理人も、除去っておきますかね。まあ、軌道に合わせて除去でもいいですけど、まあ、結局カウンターがあるのが、ちょっとね、めんどくさいんで。さあ、まあ、コウモリのね、能力消されてるんですけど、本体を除去ったので、まあ、反根11飛行生物。これがね、結構偉いんですよね。さあ、さらに黒幕で追加ドローをしていく。お、いいですね。まあ、これでティシャーナ2枚構えまでできるんで、まあ、かなりこっちが有利ではないかなと。ただ相手構えてきてるんで、まあ、フルパンでいいか。相手のその、ミスラランドは、まあ、ティシャーナでカウンターしてもいいですし、まあ、除去ってもいいと。さあ、ただ、A 眼状。まあ、これもカウンターでいいですね。さあ、A 眼状を打ち消して、ミスラランドも打ち消していく。さあ、これで飛行3点は確定で通って、まあ、そこは相打ちするしかないという状況。さあ、残り4点。一応もう一回これね、起動することはできるんですけど、ただ、まあ、アーティもありますし、除去もあるという状況ですね。さあ、さらに追加ドローが発生していく。お、セイレーンは悪くはないですね。まあ、飛行クリーチャーがでかくなったら、もう勝てるので、探検をしていきましょう。さあ、コウモリを探検していく。でかくはならない。なるほど。まあまあまあ、もう一ターンの命なんで。さあ、飛行3点アタック。まあ、起動していくんですが、そこには除去を打っていくと。さすがに、まあこれマクロとしたら、飛行をね、全部止めていかないといけないということで、まあさらにコウモリを出して、はい。さすがに、トップ全除去とかじゃない限りは、勝ちですね。さあ、ここで投了と。OK。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。